園都の熱波ラジオ12分でサウナラー。皆さん今日もサウナに入ってますか？12分の砂時計代わりになるこのラジオ、今回も澤田さんと不毛なトークをお届けします。よろしくお願いします。お願いします。始まりましたね。どうですか、慣れてきましたか？慣れてきました。だんだんなんか本当に台本とかないじゃないですか。ないですね。大まかな流れしかはい、本当だからもうサウナトークに行くまでに、話したいこともいっぱいあるんですけど。話してくださいよ。話したいこと何ですか？サウナ行ってます？最近サウナ行ってますよ。行ってますか？はい。どれくらいで入るんですか？その澤田さんとかお忙しいじゃないですか。いや僕はでも確かにまばらですね。週に 2,3 行く時もあれば、この月1回しか行ってないなとか2回しか行ってないなもありますね。どんな時にサウナに行きたいなってなります？自律神経いかれてるなと思った時です。いや、大事。はい。なんかこれちょっともうリラックス必要だなみたいな。やっぱ考える仕事じゃないですか、すごい。そうですね。だからそういう時って本当やっぱサウナめちゃくちゃいいですよね。自律神経痛めてて、やっぱサウナで治した人とか結構いるから。でも園さんは365日入ってるっていう記事を見たんですけど、でもそれぐらい入ってるってことですかね。ほぼ毎日入ってますね。まず家でお風呂に入らない。あんまり家でお風呂に入らない。いやなんかそれやばいな。そうですね。そこだけ切り抜かれたらそこだけ切り抜かないで。なんか朝か夜はどっちかサウナに行くので、施設に行くから、家で入るのって、朝シャンか、湯船にゆっくり浸かりたい時、でもそうか、毎日一応入るけど、できるだけ外でお風呂入るようにしてます。それはもういつぐらいからなんですか？いつぐらいか、でももう10年くらい、気づいたら10年くらい経ってますね。ルーティーン。すごいですね。もう一番の趣味がサウナですか？一番の趣味がサウナ。いつどこで何を聞かれてもサウナしか言ってなかった。サウナですね。サウナに支えられてることも多いですし、なんか今となっては振り返ると、このサウナ、この熱波ラジオもそうですけど、サウナのお仕事もすごくこの数年いただいてるので、ね、好きなことをしながらお仕事してる。それはいいですよね。最高です。でもなんか前回とかだとなんか友達とも行くって言ってたじゃないですか。はい。僕行く比率で言ったら6割か7割1人ですね。人と行くのは3割4割なんです。3割4割人と行くときは、それは誘われて地方にサ旅とかってことですか？地方はでも地方は少ないですかね。神奈川とか行きますけど、結構ありますもんね。前に話したちょっと家庭うまくいかなくて、サウナの中で泣いてる元雑誌の編集長のおっさんと2人で行きますね。その編集長大丈夫かな？でもサウナでね、ちょっと癒されて。そうですね。ほぼ一人じゃないですか。一人の方が圧倒的に多いですね。でも結構皆さんそうじゃないですか。一人でフラッと行く人の方がもしかしたら多いかもしれない。そうですね。あと好きになるためにサウナって本当にうまいとか下手とかないんですけど、今サウナってよく言われてる中で、なんか入り方が分かんないから一緒に入ってとかって言われること結構あるんですよ。そういう時には一緒に行ったりとかもしますけど、で気持ちよさを伝えるとかはあるんですけど、基本的に私も一人ですよ。一人でふらーっと。そうですね。でもサウナ友達、サフレめっちゃいますよね。サフレだらけです。そうなると一緒に行ったりとかないんですか？ビラとか多いじゃないですか、最近。ビラとかも。そうですね、ビラ多いし、でもフラッと今何してる？サウナ行こうっていう。だから多分 4,5 年くらい前だと、今何してるの？パンケーキ食べに行かない？がパンケーキがサウナに変わることあります？でも私パンケーキのお誘い結構してたし、されてたんですよ。パンケーキ行こうみたいな。もうね、人生で1回ぐらいしかないっすわ。ビルズ行こうって言われましたね。そう、ビルズ大好き。ビルズ大好きだし、サウナ行こうとかのお誘いがサウナ行こうなんですよ。あとちょっとサウナ行こうって誘いやすいし、
サウナ行こう誘いやすいですか。なんかね、パンケーキ食べてるとパンケーキの方が誘いやすいじゃないですか違うんですよ。パンケーキっておしゃれしていくじゃないですか。そうなんですか。割とねメイクして可愛い格好していくけど、別にサウナってそんなおしゃれいらないじゃないですか。結局脱ぎますからね。そう、脱ぐし、なんかこうありのままでねお話できるから、パンケーキでおしゃれなカフェで2時間より、サウナで2時間過ごした方がもういいなっていう感じになっちゃいましたね。へー、そうなんですね。パンケーキがサウナに変わったのすごいな。男の人とかも男同士でサウナにこう若い男の子たち5、6人とかでサウナ行ってる子たち結構いて、やっぱこう入り口ですれ違うんですけど、本当にみんなでワイワイサウナ行こうみたいな人たちが増えましたよね。でも増えましたね。いろんなところにできて、本当。なるほど。いや、このラジオがだからサウナ室で流れるって思うとちょっと嬉しいです。そうですね、ガンガン流してどっかのね、なんか施設のプレイリストみたいなのにしてほしいですけどね。してほしい。じゃあいきます？例のやついきますか、澤田さん。じゃあ今回も不毛な、トークをお届けしましょう。サウナトーク。何ですか今回は。さあ、いや今回もっていうか、これ選んでるのはもう園さんなんで、責任は園さんにあると思ってください。確かにどれが来るか本当にね、私聞いてないんでね。そうですね。前もって聞いてないんで、さあですね。じゃあいきます。はい。いきますね。理想的な家、理想的な彼氏、理想的な仕事、どれか一つだけあげますと言われたら。これ簡単ですね。でも簡単というかシンプルですね。シンプルだけど、どれでも一ついただけるんですか？好きなものをあげますと、理想的な家なのか彼氏なのか仕事なのか。うわー、シンプルだけど迷うわ。全部欲しい。こういうのを選ぶときどっちですか？もう1個パンって決めるのか消去法なのか。今まで1個パンって決めてきたんですけど、全部揺さぶられてるんで、でもどっちかって言ったら1個パンって決めちゃうかも。じゃあこの中で、これはないいいやっていうのは別にないってことですか？でもこれ一番欲しいなって思う3つを入れてきてますよね。だけどこの中でこれはないやないな。でも一番はやっぱ理想的な仕事。そうですよね。仕事ってこう言ったら、どうにかできるものでもないじゃないですか。ね、この仕事がやりたい。じゃあ例えば今ね仕事されてますけど、サウナの仕事したいとか、じゃあもし新しい趣味ができて、じゃあこういうあれがやりたいとか、この映画に出たいって言っても叶わないですからね、基本的には。そうですね。だから理想的な仕事をもらって、それがうまくいってしっかり、お金を稼いで、家を買って素敵なパートナー捕まえるでもいいわけですもんね。だから他の2つはもう自分の努力になりますけど。努力で。僕はでも違いますけどね。澤田さんどれだろう？想像つかない。どれですか？僕家ですね。なんで？理想的な家ですよ。だから何百億の家でもいいわけじゃないですか。じゃあ何百億の家って、一番得るの難しいというか、いやそれはやりたい仕事はあるけど、だからやりたい仕事って、なんだろうな、頑張れば手に入らなくもない、難しいですけど、例えば僕サッカー好きで、作家としてサッカーの番組携わりたいって言ってたら、やっぱちょっと転がってきたりするんですよ。園さんにとってのサウナはそういうもので、だから頑張れば難しいけど、理想的なじゃあ今ある番組とかっていうわけではないですけど、なくはないと思うんですよ。でも200億の家って無理だと思うんですよ、どう考えても。確かに。いや、それ言われたら私理想的な家だよ、絶対。いや、すぐ意見変わるじゃない。すぐ変わるけど、そうやって言われたら、だって大豪邸とかでもいいんですもんね。予算ないですもんね、これ。予算ないですね。じゃあもう誰もが理想的な家じゃない？で、財産として残るじゃないですか。確かに。てか結構現実的な人なんですね。
現実的ですか？まあ確かにこうね、こういうので人が知れるのも面白いですけど、彼氏はないですね。理想的な彼氏はどっちかというと一番最後かも。でも僕もそう思いますね。パートナーは、はい、そうですよね。理想的じゃない方が面白いんじゃないか。理想的って言ってもね、なんか結構変わりますからね、理想も。そうですね。でも多分、いない時って理想を追い求めるじゃないですか。求める。ただこれ最終的には理想的じゃない方が面白い気もちょっとしてるんですよ。真逆の人？理想と真逆かどうかあれですけど、なんかこっちの思ったままのじゃあこういう時にこういう、例えば自分が体調悪い時にこういうあれをしてくれてとか理想あるじゃないですか。優しくしてくれてとか、じゃあどっか行きたいって言ったらこういう感じでみたいな理想あるじゃないですか。そうじゃないことは面白いのかなとか。そうですね。こっちが求めてる感じよりも、ちょっとこう自分とは違うところがあったりとか、あと、理想があるんだったら育てればいいじゃないですか。育てる、すごいこと言いますね。僕は育てたことは今までないですけどいや、ね、育てていい、理想的な彼氏にすればいいですから。僕は家ですね。最終的に家売って200億もらいますね。それが一番天才です私も家です。多分聞いてる人何なんだろう。いや、これ聞いてる人何なのかもありますし、園さんの意見がちょっとブレブレなのをちょっと色づきますよ。初回2回、3回と。本当ですね。ちゃんとよくすっごいよく考えてんだけど、でも時間がほらない中でだから。でも園さんを揺さぶるテーマを募集していきましょう。はい、ぜひぜひテーマお待ちしてます。もうあっという間に12分だ。理想的です。理想的です。では皆さん、今日もさよなら。